今回は丸カンの作り方をご紹介していきます。丸カンの作り方を覚えれば必要な時に必要な分だけ丸カンを作ることができますので、ぜひマスターしましょう。使用する主な道具はバーナー、切りさんと水、ロッド棒、糸のこ、ヒレラットコになります。基本的にロッド棒に巻きつけてコイル状にしていって、そして糸のこで切るという単純な工程ですけども、これ切り方について3パターンご紹介いたしますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速作っていきましょう。ジュエリークラフトへようこそ。このチャンネルでは彫金やワックスモデリング、ジュエリー制作に関するノウハウをご紹介しております。まだチャンネル登録いただけていない方は今のうちにチャンネル登録もよろしくお願いします。まずはじめに丸線を焼きなましします。焼きなましとは金属を柔らかくして加工するために行う加熱処理による下準備になります。丸線が長いままだと炎がちょっと当てにくいので、先に小さく丸めておきます。空気を抜いた大きめの炎で丸線全体を回しながら温めていきます。丸線がほんのり赤色になれば、その部分は十分に温度が上がっています。全体的に炎を当てれたら、なるべく早めに気流酸に放り込んですぐに蓋をしてください。熱した銀を気流酸に直接入れるとガスが発生して大変危険です。なので放り込んだらすぐに蓋をしてくださいね。焼きなました丸線をまっすぐに戻してロッド棒に巻きつけていきます。この時巻きが緩まないようにしっかり密着させながら巻いていくのがポイントです。巻きが甘いとサイズの異なる丸カンができてしまいます。巻き終わった丸線をカットすると丸カンができます。ニッパーで切ってしまうと切り口が平らでなくなってしまって、ロー付けの際や丸カンの口を閉じた際に隙間ができてしまいますので、糸のこで切っていきましょう。はい、でここからは3パターン切り方をご紹介していきます。まずはコイル状に巻きつけた丸線をロッド棒に入れた状態でカットする方法です。糸のこに慣れていない方はこの方法をお勧めします。ただまとめて切るのはちょっと難しいので、コイル状の丸線を少しずつ出しながら1個ずつ切っていきます。糸のこに慣れている方はロッド棒から丸線を外して手で持って切っていきます。まとめて切れますが、指は切らないように注意してください。コイル状の丸線も短くなってくると手で持ちにくくなりますね。その際は平のやっとこやハンドバイスなどで固定して切ると楽です。はい、以上今回は丸カンの作り方についてご紹介いたしました。いかがだったでしょうか。独学でやっていると何かが違う、やり方合ってるのかなと不安になったり、わからないことを検索しても納得のいく答えにたどり着けなかったりと不安になることがあると思います。僕が運営しているオンラインジュエリースクールでは、彫金の基礎や仕上げ、石留めまでジュエリー制作についてしっかり学ぶことができます。講師からの添削アドバイスや他人に知られることなくプライベートに相談できる個別質問相談もめちゃくちゃ人気です。Discord のコミュニティではあなたと同じようにジュエリー制作を勉強している人約200人が在籍しています。独学でつまずきながら一人で悶々とするのではなく、僕たちと一緒に楽しく学べるオンラインジュエリースクールです。気になる方はオンライン彫金教室で検索してみてくださいね。無料のお試しプランもあります。まずは気軽にチェックしてみてください。
では今回の動画が少しでも役に立った、ためになった、面白かったと思ったらグッドボタンお願いします。チャンネル登録まだいただいていない方はチャンネル登録もぜひお願いしますね。それではまた次回のジュエリークラフトお楽しみに。バイバイ。